ディアマンテプリンシパリティーズさんの緊急記者会見が間もなく始まるそうです。モダンジュリでダイヤモンド星5を目指すと言っていた彼女に何があったのか。カメラを切り替えます。この度は世間をお騒がせする可能のある行いをしてしまったのではないかという事実、もしくは雰囲気により多くの方々に不快、もしくは快適な感情を抱かせてしまい、私自身の至らぬところ、至りすぎるところによりまして、たくさんの方々にご迷惑をかけられたことをお詫びいたします。申し訳ございませんでした。モダンジュリに折れたというのは本当ですか？まだモダンジュリを始めて2日しか経ってないのに諦めたってどういうことですか？たった2日で何がわかるって言うんですか？今回の件に関しましては、皆様からの大きなお叱りを受け、一個人、または一天使、もしくは一格闘ゲーマーとしてのあるべき姿として、抜本的な改革的なものを進めなければならない時期的なところに来ている的なのかもしれません。改めてそのように思わされました。今回の件を教訓的なものとさせていただき、これからも邁進に邁進を重ねていきますので、どうか引き続きご支援的なものを何卒よろしくお願いいたします。さっきから何に謝ってるのですか？甘えてるだけじゃないんですか？逃げてるだけじゃないんですか？しゃがみチューピーなくてもいけるんじゃないんですか？にわかが。何ですか？聞こえませんよ。はっきりおっしゃってください。発言からも逃げるんですか？にわかすぎなんだけどマジ。誰だよジュリのしゃがみチューピーなくてもいけるって言ったやつは。出てこいよ。はっ倒してやるよ私が。モダンジュリ触ったことねえにわかが。そういうキャラじゃねえからジュリ。ギアが切れた。何頭だ？アミ、キングクリムゾンでカメラ止めるのだ。現場は大変混乱の様子が見て取れます。一旦 CM に入ります。では今回はモダンジュリについてご紹介いたします。やるの？本当に？モダンジュリに折れたんでしょう？モダンジュリに折れた天使がモダンジュリ紹介してはいけないですか？何時何分何曜日地球が何周回って私が何回神に祈った日にそんなことが決まりましたか？ダメですか？モダンジュリ語っちゃダメですか？良いか悪いかで言えば悪いんじゃないかしらね。折れたプレイヤーから教わりたくないと思うのも人の感情ではないかしら。私天使なので人の感情は分かりません。じゃあ始めます。開き直った？スト6のジュリちゃんは強襲キャラです。他のキャラより長いステップや優秀なドライブラッシュで奇襲をかけます。また風波ストックを使った強化技など独自のシステムも持っています。自分のペース、自分のリズムで相手を追い詰められるキャラクターです。2023年9月のカプコン公式の調査でルーキー隊での使用率がナンバーワンになっています。スト4、スト5では DLC キャラクターだったジュリちゃんがスト6でプレイアブルキャラとなっての参戦なのはジュリちゃんの魅力と人気ゆえだと思います。とっても素敵なジュリちゃん。そんな素敵なジュリちゃんはパッド操作でもやりやすいモダン操作でも素敵な魅力がいや素敵なジュリちゃんモダン操作。頭が話を進めましょう。技構成を知りたいな。私はい。相当メンタルやられてるわね。ではジュリちゃんの技構成について、ここで紹介していない通常技などについてはブログの方でまとめてあります。よければ見に来てくださいね。よろしくね。この動画のモダン操作は PS4 純正パッドでのデフォルト設定操作となっております。また申し訳ないのですが、モダンジュリの必殺技の説明は SP ボタンを順序にご説明いたします。紹介する順番に違和感があるかもしれませんがご了承ください。うまいまとめ方が見つけられなくてごめんなさい。まずジュリちゃん固有のシステムである風波ストックから説明いたします。風波陣という必殺技を使うたびにストックできるゲージになっています。最大で3個まで貯めることができます。風波ストックがある状態ですと波動拳コマンドの必殺技である再破傷、暗剣殺、豪王殺が強化されます。強化の内容については技ごとに説明しますね。N+SP ボタンで
最波小正規入力は波動拳コマンド足す弱になります。飛び道具属性の必殺技となっています。風波ストックがない状態ですと自身の目の前だけですが、風波ストックがある状態だと衝撃波が飛ぶようになります。非常に弾速が遅いため飛び道具と一緒に前に行けます。牽制前進のための手段の他にコンボパーツ固めと出番は多岐にわたります。オーバードライブ版は風波ストックを使用せずに飛び道具を打ち出します。正規入力で出せた方がダメージも下がらずに良いのですが、せっかくワンボタンに割り当てられているのでとっさに出したい時はワンボタンで出しましょう。次に 6+SP ボタンで出せる点線輪ジュリちゃんの昇竜拳になります。正規入力に対応しています。ワンボタン版は強点線輪になります。弱版はコンボ、中版、強版は対空とコンボで使用します。オーバードライブ版は完全無敵がついているためにぶっ放しに使えます。弱版は横に、中版は斜め気味の上に、強版は斜め上に、オーバードライブ版は斜め上に蹴り上げた後に蹴り落とします。対空で使えるワンボタン版の強点線輪が発生5フレームととても速いです。5フレームという数字は竜、剣の弱小竜剣、ブークの SA2 レーザーなどと同じ発生です。相手をしっかり引きつけてから落とせます。相手の不用意なジャンプはこの技で落としましょう。次に 2+SP ボタンの暗剣殺。ガードされると反撃をもらってしまうため立ち回りで使うことはまずない技です。なのでコンボと一緒に覚えましょう。風波ストックがある状態ですとヒット後に追撃が可能です。オーバードライブ版暗剣殺も同じ使い方ができます。風波ストックがない状態でもダメージやゲージ回収のためにオーバードライブ版を使うことがあるのを覚えておきましょう。次に 4+SP で風波陣。ワンボタン版は中の風波陣となっています。先に紹介した風波ストックを貯めるための必殺技です。ボタン強度が上がるにつれて発生が遅くなります。また中風波陣以上になると基本的に反撃をもらいます。反撃をもらいがたい距離で打つように工夫したりコンボにしっかり組み込んで使いましょう。次に前ジャンプからのみ SP ボタンで出せる必殺技疾空戦です。かなり遠目から強襲できる必殺技となっています。空中からの強襲パーツとして便利ですが攻撃範囲が広い分相手にめり込んでしまうリスクもあります。センター当てだと反撃をもらいにくいのですが少しでも練り込むと反撃をもらいます。疾空戦を使う際には明確な理由を持って使いましょう。また攻撃ボタンの追加入力で試練戦に派生します。ヒット時のみ派生するので基本的には入れ込んで OK です。最後にコマンド入力のみ対応の必殺技五王殺です。波動拳コマンド足す強で出します。中攻撃以上の通常技からつながる優秀なコンボパーツとなっています。ガードされると反撃が確定しますのでしっかりコンボに入れられるようにしましょう。そして風波ストックは最波小暗剣殺五王殺を強化しますがそれ以外にもコンボとしても使います。風波ストックがある状態では最波小暗剣殺五王殺を好きな順番につなげることができます。例えば強化最波小強化暗剣殺強化五王殺といった感じです。同じ技は1回までですが順番は自由なので強化暗剣殺強化最波小強化五王殺という順番も可能です。また追加の必殺技はコマンド入力の必要はなく前足す攻撃ボタンで派生を出すことができます。このコンボはオーバードライブ版でも可能となっています。オーバードライブ版は技と技をつなげる時のみ風波ストックを使います。またオーバードライブ版はオーバードライブ版でしかキャンセルできません。ですが追加で消費するオーバードライブゲージは1本となります。組み合わせを考えると多岐にわたるため目的に合わせたコンボを覚えていくようにしましょう。オーバードライブ版を含めるとコンボのパターンがめちゃくちゃ多いのよね。そうなんです。慣れるまでは結構混乱しました。対戦しているうちに使うコンボも限られてくるので自身の連動とともに絞っていきましょう。次に超必殺技スーパーアーツです。 SA1 殺海風破山簡易入力は N もしくは前足す強ボタン足す SP ボタン正規入力は真空波動拳コマンド足す弱になります。主な用途はコンボですが発生時に打撃と投げへの無敵がついているため切り返しとしても使用できます。また
ボタンをホールドしておくと風破ストックを使ってダメージを底上げしてくれます。とどめに使うことも多いため覚えておきたい仕組みです。 SE に風水エンジン、簡易入力は 4+SP ボタン+強ボタン、正規入力は真空竜巻コマンド+中です。自己強化技となっており、発生時にボタンホールドで突進攻撃に移行します。基本的にはこの突進攻撃へ派生させて使います。効果時間中はチェーンコンボが可能です。チェーンコンボは通常技から通常技でキャンセルできる仕組みのことです。チェーンコンボのルールはボタン強度が低いものから高いものへ、かつパンチ、キック属性の付与されているボタンをそれぞれ1回までとなります。例えば2弱、5弱、5中、2中、アシスト強、5強、5応殺。モダンではパンチ、キック属性の技が複合されているので、モダン操作のみのプレイヤーさんにはイメージが湧きにくいかもしれません。対戦ではあらかじめ想定されたコンボを使用するため、風水エンジン中での専用のコンボがあると覚えても良いと思います。ただモダンジュリではちょっと使い難いです。あら、風水エンジンはジュリの代名詞なのに。全く実用性がないとは言いませんし、モダンジュリでも詰めていけば使う箇所はあるとは思うのですが、クラシックのような爆発力は生み出しがたいため、2ゲージを使って風水エンジンを使うのを少々ためらってしまいます。私は使う機会が分からずにいます。ジャンプ強パンチがないから北川式もできないですからね。ジュリは風水エンジン中に相手をどう崩してダメージを取るかも強力なキャラだものね。それが微妙となると確かに使うのをためらうのもわかる気がするわ。2ゲージは安くないものね。で初めに無敵でもくれればとは思うのですが、そうすると強すぎる気がします。調整も難しそうですので何とも言えない感じです。調整に期待したいところね。次に SA さん、回線段階楽、簡易入力は 2+SP ボタン+強ボタン、正規入力は真空竜巻コマンド+強となります。真横に飛び出りを出す超必殺技となっており、コンボパーツとしてとても使いやすい SA さんになっています。少々発生が遅いため対空では使い難いのですが、モダン操作のワンボタンならではの割り込み手段として有用です。基本的にはコンボ、いざという時には割り込みパーツとして使いましょう。次にアシストコンボをご紹介します。まずアシスト弱コンボ、2弱 K、2弱パンチ、弱風波陣、小足、コパンから弱の風波陣でダウンを取ります。アシスト弱単発は下段指導なので置き攻めや下段の崩しとして使いますが、このコンボ自体はほぼ使いません。理由は2つで、まずアシスト弱、5弱とコンボをするとクラシックでいう2弱 K、5弱パンチの小技コンボになります。5弱パンチからは5弱キックが入るため小技が3回刻めるようになります。こちらの方が便利のため基本的にはアシスト弱、5弱の流れを推奨します。ジュリの5弱は2種類ある。はい、単発で出す5弱と小技の連続キャンセルで出す5弱があります。モダンジュリ最大の謎仕様です。おそらく小足である5弱はコンボに使うのに便利だからとの仕様だと思いますが、使い勝手が悪いことこの上ないです。5弱パンチから5弱系はどうやって出してるの？目押しです。アシスト弱、5弱の後に目押しで5弱です。早すぎても遅すぎてもいけません。面倒。はい、正直謎仕様です。モダン流みたいにアシスト弱を5弱系にしてくれればいいのにと思っています。もう一つ謎な仕様がありまして、なぜかわからないのですがヒット時とガード時で風波陣が変わります。ヒットしていると弱風波陣なのですが、ガードされているとなぜか中の風波陣に変わります。中風波陣ってわざわざ振り増やしてるってこと？はい、おっしゃる通りです。謎すぎるわね。キャミーみたくガードされていれば出ないとかならわかるのですが、なぜか中風波陣が出ます。正直何かの間違いだと思ってます。アシスト弱コンボを入れ込んでガードされたら手痛いコンボをもらう可能性があります。もしアシスト弱コンボを使う場合はきちんとヒット確認をしましょう。開発の人ってジュリが嫌いなのかしら？その可能性は否定しきれません。次にアシスト中コンボ、6中パンチ、オーバードライブ風波陣、SAH 使いません。断言した？このコンボは使いません。
アシスト中の初段である6中パンチは牽制やコンボでよく使いますが、このコンボは本当に使いません。 SAH を使うなら別のコンボをすることを強くおすすめです。竜のアシスト中コンボもまず使わないんだけど、さすがに使いませんと断言するほどのものじゃないわね。探せば使い道はあるもの。やっぱり開発の人って樹里のこと。次に行きましょう。アシスト強コンボ5大パン、オーバードライブ案件殺、二中キック、弱点戦輪、 SA さんまでつなげられるコンボです。ゲームに不慣れな敵の最大反撃コンボとして悪くないと思います。悪くはないんですが、まあ使わなくはなりますね。でもアシスト強コンボを最終的に使わなくなるのは全キャラ共通みたいなものなので、ここに不満はないです。でもそうすると樹里のアシストコンボ全滅してない？モダン剣やモダンバイルみたいに実用性のあるのが珍しいとはいえ、全滅って？メタン、これがモダン樹里です。後でアミの店でコーヒーおごるわ。ケーキもいいわよ。では基礎コンボのご紹介に移ります。ここで紹介するもの以外やコンボの考え方などはブログの方に記載をしております。よろしければご覧ください。ひと手間になるけどもよろしくね。また樹里ちゃんは風波ストックを絡めたコンボを含めるととても数が多いため、ドライブラッシュコンボを含めてご紹介となります。2弱、2弱、2弱、弱点戦輪、オア、強点戦輪、小技からの基礎になります。 SA さんにつなげる場合は弱点戦輪にしましょう。アシスト弱、5弱、5弱 K、強点戦輪、目押しコンボです。ウルトラ頑張って練習しましょう。アシスト中、弱風波陣、2強、強風波陣、強点戦輪、6強、オーバードライブ案件殺、アシスト中、中風波陣、相手画面端ドライブインパクトヒットオアガード、ドライブインパクト、2強パンチ、強風波陣、強点戦輪、オア、SH、ダメージ重視のドライブインパクト、ドライブインパクト、2強パンチ、5王殺、強点戦輪、強化5王殺の場合はオーバードライブ点戦輪が入ります。ドライブラッシュ5中、5中、5弱、弱風波陣、弱ではなく強点戦輪でも可能ですが、その後の状況を考えると弱点戦輪をおすすめします。ドライブラッシュ6中、5中、中風波陣、ヒット確認が厳しい場合は5弱まで入れましょう。2中、ドライブラッシュ5中、2強、強風波陣、強点戦輪、ジャンプ台2強もしくはアシスト強、ドライブラッシュ5中、2強、ドライブラッシュ5中、2強、5王殺、SA さん。次に風波ストックありコンボ、風波ストック1個、ジャンプ強、2強、強化案件殺、アシスト中、中風波陣、2強、オーバードライブ案件殺、アシスト中、5王殺、SA さん。ジャンプ中、2弱、5弱、5弱、ドライブラッシュ2弱、2強、強化案件殺、アシスト中、中風波陣。このコンボ以外でもドライブラッシュ2弱、2強のコンボはよく使えます。無敵技の反撃などに使うコンボ、ドライブラッシュ6強パニカン、2強、強化案件殺、アシスト中、中風波陣、風波ストック2個コンボ、ジャンプ強、2強、オーバードライブ案件殺、アシスト中、強化再破傷、強化案件殺、アシスト中、中風波陣。2中、オア、アシスト中、強化再破傷、強化5王殺。2中、強化再破傷の段階でヒット確認をします。2中、オア、アシスト中、オーバードライブ再破傷、オーバードライブ5王殺。2段、オーバードライブ案件殺、各種 S 兵。画面端付近だと5王殺は3段入ります。2中、ドライブラッシュ5中、2強、強化案件殺、アシスト中、強化5王殺、SA さん。風波ストック3個コンボ、2強、強化案件殺、アシスト中、強化再破傷、
強化案検察、アシスト中、中風波陣。無敵技の反撃などに使うコンボ、5中パニカン、アシスト強、強化案検察、アシスト中、強化再破傷、強化案検察、アシスト中、5応殺、SE さん。5中、5弱、ドライブラッシュ2弱、2強、オーバードライブ案検察、アシスト中、強化再破傷、強化案検察、アシスト中、ドライブラッシュ5中、2強、強化案検察、強化5応殺、SE さん。こちらで紹介したコンボは1例になります。2中やアシスト中から強化再破傷を入れ込み、ヒットしていた場合に強化案検察や強化5応殺につなげるといったことも必要になってきます。基本的なコンボ選びの考え方としては、ゲージ回収に案検察、ダメージや運びに5応殺、そこにつなげるまでに再破傷といった感じです。また、フルハストックがない場合でも、オーバードライブ版が代用になるのを覚えておきましょう。コンボの幅が多岐にわたるため、焦らずゆっくり覚えていきましょう。もっと遊ぼうぜ。最後に、モダンのジュリちゃんについてなのですが、モダンのジュリちゃん、足りません。パワーが圧倒的に足りません。ちょっとそんな感じしてたけど、やっぱりしゃがみ中 P ないのは厳しい？はい、かなり厳しいです。コンボが安くなるだけなら他のモダンと同様なのですが、しゃがみ中 P は牽制にも使うパーツだったために厳しいです。なんでなくてよいと思ったのかは本当に聞きたいです。あと、SH の弾速が遅いのでルークみたいな使い方は難しいこと、通常技のパーツが削られているために使い難くなってしまった SE2 が何とも言えない気持ちになっています。ワンボタン SA のメリットが薄いです。風水エンジンの火力の低下ってことかしら？個人的には火力の低下だけなら仕方ないと思っているのですが、クラシックの崩しや連携の強さを経験してしまうとどうしても物足りないです。ただ、あくまでクラシックの風水エンジンと比べた場合であって、モダンジュリでも風水エンジンは強力な SE2 だと思います。ただ、突進に無敵がないので、モダンらしい割り込みに使えないのは何とも言えないです。ワンボタンの割り込みがモダンの売りといえば売りだものね。ワンボタンに関しては、必殺技の構成にも疑問が出ます。6SP が強点仙人なことと、4SP が中風波人なのが疑問です。ジュリちゃんを使っているプレイヤーさんはわかると思いますが、めくりかどうかのタイミングで落とさないといけない場面が多いです。その際は中点線輪を使うのがベターです。強の点線輪はかなり余裕を持った位置での対空なので、強点線輪でのコンボがワンボタンでできるのは便利ですが、対空の面では配置に疑問が残ります。そして、中風波人も用途はほぼほぼコンボパーツなんですよね。基本的に立ち回りで振るのは弱なので、ワンボタンで弱風波人を使わせてほしいです。ワンボタンが弱風波人だった時に考えられるメリットは？相手の飛び道具を打ち消す際の猶予が得られます。かなり近い位置でも飛び道具を消せるようになるでしょうね。クラシックジュリちゃんとの明確な違いになるはずなのに、なぜ中風波人なのか、本当に疑問です。今のところはモダンジュリを使うメリットがワンボタン対空ぐらいなのでかなり息苦しいです。ただ単純にクラシックジュリのパーツを削っただけという印象でしかないのが本音です。他のモダンキャラであるような、これができるからモダンいいよね、的なものがないということかしら？はい、モダンジュリちゃんはかなり窮屈ですね。ただ、調整が難しいのも理解できるところがあります。ジュリちゃんのようなスピードキャラは、エースを乱されるということもあり、それなりにヘイトを集めやすいです。スト6は一方的な試合にならないように、という配慮は見て取れるので、ラインを上げやすい行動に関しては一癖つけているように思えます。相手の不快度を下げつつ、ジュリちゃんらしさを、となると、かなり難しいのでしょう。モダンジュリちゃんへの文句は出ますが、それはそれとして今の仕様も理解できるなぁ、という感じです。なんか、モダン竜が本当によくできてるんだな、と感じるわね。竜はクラシックでもモダンでも良いところがあるもの。運営、開発さん、ジュリちゃんは人気キャラなんです。モダンシステムは神システムですので、なんとかしてください。今のままではモダンジュリちゃんはただの修行僧です。手足もがれただけの哀れな雲です。何とぞ、何とぞ。これが2日でやめた理由なのね。
時間の無駄だ。今回はモダンジュリちゃんの解説でした。結局リアはクラシックに戻したの？はい、すぐ戻しました。しゃがみ中 P と風水エンジンがのびのび使えて私は嬉しかったです。嬉しかったです。そうなのね。じゃあ結論は？モダンジュリちゃんはだいぶおすすめしがたいです。前回のクラシックジュリちゃんの動画で新規でモダンジュリ使ってるやつはランク上がれば上がるほどいなくなりというコメントをいただいたのですが、そうですよねと思いました。かなたもモダンマノンはおすすめしないと言ってましたが、なんだかんだでモダンマノンでマスターには届いているので、おそらくジュリちゃんのおすすめしにくさはモダンマノン以上なんじゃないかと思っています。当時と今では状況が違うので比較はできないのですが、少なくともクラシックから移る理由はほぼないですね。手数が減っただけとしか感じないのはきついわよね。ただモダンで使える面白さはありそうなんですよね。ワンボタン対空はかなり前に歩きやすくなるので、モダンジュリでやりたかった気持ちは強いです。だから調整待ってます。せめて技構成を見直してください。今からでも遅くないからアシスト中をしゃがみ中 P にしてください。切実ね。もういいって、見てで面白くなりそうなんです。お願いします。ジュリは人気キャラですもの。テこ入れが入ることを期待しましょう。情けない心情を吐露する動画になりましたが、ジュリちゃんは面白くて良いキャラだと思っています。モダンジュリちゃんの調整を期待して、今からモダンジュリちゃんを触るのもワンチャンです。コンボが結構面白いので、触ったことないプレイヤーさんはぜひ触ってみてくださいね。キャラを触ってみるのはキャラ対策にもなるわよ。では今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。気持ちよかっただろ。ちなみにモダンジュリを折れたきっかけは何かあったの？ケンと DJ が本当に無理だなと思いました。戦うパーツがないです。あ、流行りの強キャラが厳しいのはきついわよね。それほどでもないゲーマーチャンネルはモダンジュリちゃんの躍進を願っております。